上司の指示にはもちろん従いました。ただ、失敗しないようにほんの少しだけ工夫を加えたんです。それだけのことなのに面談で叱責されてしまいました。冷たく、そして理不尽に。やる気が空回りしてしまったという話ではないようですね。むしろ誰よりも忠実に指示の目的を果たそうとしただけなのに逸脱だとそう言われてしまったということなんですよね。例えばですね、こんな状況を思い浮かべてみてください。ある日、上から10個のファイルから手作業でデータを転記して毎日報告書を作るようにっていう、そういう指示が来ました。正直これってあまりに非効率でミスが起きやすい手順だったんです。本当はもっと良い方法があったんですよね。はい。本当は C、簡単なマクロや関数を組んで横展開して自動化するのが誰にとっても最善策でした。早くて正確ですし、もちろん事業継続やメンテナンス性にもきちんと気を配り、俗人化を避ける前提の設計です。でも私は C 案に言及はしませんでした。それはなぜですか？やはり上の立場やメンツというものがありますからね。その報告書のフォーマットである A は上が決裁した案件でした。そこで自動化した方がいいですよなんていきなり進言すれば、上の判断を否定することになりかねません。だから組織という大きな枠組みでうまくやっていくためには、まず指示されたことを忠実に実行するしかないと、そう考えたんです。なるほど。それは何というか、すごく成熟したとても大人な対応ですね。だからこそ最善策である C ではなく B、 転記ミスを防ぐための自分だけのチェックリストや補助的な仕組みを作るという手順をご自身でそっと挟み込んだ。あくまで A という指示をより安全かつ確実に実行するためという、そういう目的で。はい。その工夫 B は私の自己満足のためではありません。現場でミスが起きないように、万一にもトラブルが発生しないように、つまり会社や上層部の A という指示を守るための私なりの防衛策でした。それは完璧な忠誠の形だと思います。ですが残念ながら無理解な上司にはその意図が見えないんですね。勝手なことをしないように、組織とは上の命令に絶対に従うものだと、そのように叱責されてしまいました。全く同じ B という工夫を見ても、有能な上司と無理解の上司とでは反応が正反対になりますよね。本当に有能な上司からは多くの場合、例えばこのような反応が返ってきます。なるほど、手作業 A を達成するための補助手順ですね。この工夫 B で品質が向上するなら小規模で試してみましょうか。そのデータ後で拝見させてくださいといった具合に。そうですね、すごくわかります。一方で無理解な上司はというと、誰がそのような手順を許可したのですか？上に従うのが組織のルールだとご存じないのですか？あなたは障害者だから理解できないかもしれませんが、勝手な判断は厳禁です。なんていうひどい対応になってしまうんです。両者とも同じ B を見ているはずなのですが、前者の方は工夫として評価し、後者の方は逸脱として断じてしまう。しかもあなたはそういう障害だからという差別まで。この違いは物事の目的を見ているか、それとも手段そのものに縛られているかという視点の差にあるのだと思います。そうなんです。有能な上司はまずこのように考えるんですよね。現場で B が必要になったのは、もしかしたら手作業 A という指示自体がそもそも非合理だったからではないかと。まさにその通りです。 B が生まれたという事実そのものが A という手順の課題を示唆しているんですよね。だからこそ B を真っ当な工夫として評価するだけでなく、
より合理的かつ安全な C 案にも耳を傾ける柔軟さをお持ちなんです。しかし無理解な上司にはその A そのものを疑うという能力や視点が根本的にないんです。だから B がなぜ生まれたのかという背景も理解できない。 A に余計なものを加えぬなと繰り返すことしかできないのですね。つまり現場の人間は三重の苦しみを抱えていることになります。まず手作業の報告書 A がすでに非合理であり得ること、次に安全かつ合理的な改善策 C を提案すると序列を乱す生意気だと扱われるため言えないという組織力学、そしてその力学の中で誠実に A を守るために編み出した B が勝手なことだと怒られてしまうという無理解。真面目に真剣にそして忠実に責務を果たそうとした人ほど一番傷ついてしまう、なんともやるせない構造なんですね。ここでこれを聞いているあなたに質問です。あなたの職場の上司はどちらのタイプでしょうか？あなたの工夫を現場の努力と見てくれる方ですか？それとも組織への反抗、統制を乱す逸脱としか見なしてくれない方でしょうか？もし後者だとしたら、あなたは正しく働こうとすればするほど心を消耗してしまいます。その疲れはあなたが怠けたからではありません。ただひたすらに合理性を良しとしない縦割り型組織の中で耐え抜いてきた証です。どうか覚えておいてください。あなたが良かれと思って編み出した手順 B は A という手順、ひいては組織への忠誠の証であって、決して反抗や逸脱ではありません。たとえ叱責されてしまったとしても、理不尽に業務評価を下げてしまったとしても、あなたの工夫はあなた自身、あるいは共に作業を進める誰かのミスを防ぎ、誰かの心を救っていたかもしれません。おかしいなと感じたこと、でも仕方がないとそっと胸にしまったこと、それをそのまま自責にしてしまわないこと、それこそがあなたの心を軽くするはずです。その気づきをしっかりと持ち、決して揺るがせないことこそがあなた自身の尊厳を守る第一歩なんだと思います。